電車は辛くなかったですか？なんかすげえ揺れるんですよね、あれ。そう、すげえ揺れるんですよ。揺れます。まさか太田さんとご飯が行けるとは思わなかった。もう秋の営業完全に終わって、はい。今はもう何されてるんですか？今はそれから宮城県でコラボイベントで、11月のまあまあすごい休みがない。そうなんですね。全然ずっと忙しい。全然ないです。リポートの話。こちらは自然熟成でお作りしました自家製の生ハムでございます。仕上げに諏訪にございます酒蔵のますみさんの麹に漬け込んで仕上げております。下には同じくますみさんの酒粕と発酵させたじゃがいもをパスタ生地に混ぜ合わせたものを油で揚げて添えております。イタリアは何年ぐらいいらっしゃったんですか？私は3年ぐらいですね。そうですか。で、こういう自然に近いところのお店が多かったので、冬場がどうしてもあんまり仕事がない時期だったので、で逆に生ハムって冬場が仕込みのピークなので、でまあそれなんか暇しててもしょうがないと思って、それで住み込みで冬場半年ぐらい、クラテードっていう名前の工房で住み込みで働かせてもらって。そうなんですね。なぜここだったんですか、お店を開くのは後ろの方からご紹介いただいて、あとは妻が、長野県の上田の出身で、いずれは長野でやりたいなとは思ってました。なるほど。茅野だと思ってましたよ。呼びたい。今日の結構いますよ。一緒にやって横須賀出身ですね。そうです。ああ、そうですか。だから海のものばっかり最初はやっぱり使い慣れてるっていうか、こっち来てこう川魚だったりとか、野のものを使うにつれてこう体が慣れてくるというか。こちらが八ヶ岳のジャージーミルクを使って、先ほど1時間ほど前にお作りいたしました、ラルジョーロというフレッシュチーズでございます。隣にはその地の特産品でもある寒天を発酵させたトマトと自家製のセミドライトマトで混ぜ合わせて添えております。豆腐みたいなふわふわ。美味しい。天こんな風に使う。ここも標高高いんですか？高いですよ。紅葉がもう始まってる。そうですね。で1200はそうですよね。山の香りが変わるんですよ。山の香り。あと山ぶどうの葉っぱ、結構もう簡単ワイン色に色づいてたりとか。地元で住んでるけど、その違いが分からんもんな。今日
今日は暑かったですか？ああ揺られましたね。そうですね。こちらは、すっぽんの実と発酵させた青唐辛子のペーストを詰めたラビオリのスープでございます。スープは八ヶ岳で採れました天然のキノコ3種、畑しめじ、藍しめじ、栗風船という3種類のキノコでお作りしています。スープはちょっと味付けを控えめにして、キノコの味を、で代わりにアクセントにそのラビオリの方を少しスパイシーな感じ、すごい美味しいですね。八ヶ岳の海地シャモのお一皿でございます。こちらを発酵させたキノコのエキスに漬け込んだ後、薪で表面を焼いております。こちらは薪で焼きましたサワラでございます。隣に添えておりますのは鶴紫とトレビスをソテーしたものでございますが、こちらのお味付けは1年間かけて熟成をさせた鮎の魚醤でお味付けしています。で、真ん中の黄色いソースは酒粕とサフランからお作りしています。お魚の隣にはハーブのペーストを添えておりますので、お好みでお使いください。基本発酵なんですね。でもなんか最初はそうでもなかったんですけど、こっち来た時に、冬が半年あって、半年何も取れない中で何かを作るって考えた時に、発酵だったりっていうのが、この地域に根付いたものであって、でそれをちょっとこう勉強した上で、冬でもこの土地の料理をこう作れたらいいなっていうのが始まりですね。パスタをご用意いたしました。長野県産の小麦を使った手打ちのパスタでございます。きのこは八ヶ岳で採れました天然のきのこ、柳竹とそれから自酵というきのこでお作りしております。ではメインの巻き焼きでございます。こちらは長野県の信州新町というジンギスカンで有名なところのサフォークラムですね。こちらを巻きで焼かせていただきました。添えておりますのは自家菜園のお野菜を南蛮漬けにしたものでございます。黄色いペーストは岡谷の味噌蔵のお味噌と発酵させた玉ねぎでお作りしています。可愛いですね。
これぐらい懐かしいなとかって言ってくださってるんですけど、当のオーナーとしてはすごくでは最後の一皿ですね。八ヶ岳で採れた天然のきのこ、花びら竹と私の名前も使いましたリゾットがございます。お味付けは発酵させたきのこのエキスとお水とちょっとのお塩で仕上げております。花びらだけしっかりしてる。失礼いたします。こちらはアマゾンカカオの殻から取っただしにスポンジ生地を染み込ませまして、その上に洋梨のコンポートをお乗せしています。一番目にはマスカルポーネチーズのクリームを乗せ、ティラミス風のデザートに仕立てています。要するにシェンも横須賀生まれで信州の山奥に来て海なんてなくて川魚食った瞬間に味全然しねえじゃん。いや、なんだこりゃみたいな。どうしたもんがありましたね。その使えないというか、その分からない美味しさが。自然のキノコ、日本のキノコってイタリアのキノコと全然違うんで、淡すぎるから味噌とか醤油大量に入れて煮絡めたりとか、味噌汁にしたりとか豚汁にしたりとかして食べるじゃないですか。その淡さに対して多分って思った時があると思うんですよ。キノコもだから最初使い方分からなくて、それこそポルチーニの使い方ぐらいしか教わってこなかったんですが、だからもうやり直しだと思って、そういう意味ではもうイタリア料理っていう枠は大枠からちょっともう外れていこうかなっていう。今日の料理すごく分かりやすいんですけど、自然なものって美味しすぎないじゃないですか。美味しいと絶滅しちゃうんで、だから美味しくするにはやっぱりきちんとした工程を得ないと美味しいには絶対いかないんですよ。ただ煮ただけ焼いただけっていうのはいかなくて、そこに職人の知恵とか技量があって、それは世界でも言うことで、ちゃんと美味しいに落ち着かせるにはちゃんとした手間暇とか考えがないとそこには落ち着かないのかなっていうのが私が実際海外で思ったことですかね。